さて、前回でカールの話をしますと予告していましたので、そのお話をしようと思います。デカールといっても市販のものと、最近では自分でデータを作って、プリンターで作成することもできるので、模型制作の幅も広がったと思います。今回話をするのは、自作デカールです。私がガンプラで自作デカールを使用する理由なのですが、何々、動画の導入変えたの。まだ16本しか動画アップしていないのに、すっかりマンネリ化しちゃっているからね。たまにはいいんじゃない？まあ、後に撮っておいた方が楽しみができるだろ。ああ、そうそう忘れるところだった。さっき出かけた時に塗料を調達しておいたから、これを使ってくれ。それでは私は必要なものを調達に行ってくるからあとよろしく。さてと、デカール。マンネリ防止ということなら、ウップ主にかき回されずすんなりことが進むのが一番だと思うけど。どうも、鈴木つづみです。前回は回収作業を終えたところで終了しましたので、今回は表面処理を進めていこうと思います。前回ヤスリで削った箇所に問題がないか見ていくのですが、この状態では見えにくいので、サフを吹いてみることにします。サフを吹く準備として、いつものように竹串に両面テープを貼ったものに部品を固定します。竹串を持ち手にしてサフを吹き付けます。サフを吹き終わりました。部品一つ一つにサフを吹き付けますので、缶のほとんどの量を使用してしまいました。やっぱり消費が多いですね。さて、サフを吹き付けて一面グレーになるので、もし傷や完全に処理されていない溝などがあれば一目でわかります。ここで不具合があれば表面をヤスリがけして整えましょう。傷の確認が終わったら、今度は部品ごとに紙ヤスリで表面を整えていきましょう。紙ヤスリでの表面処理完了です。これで塗装に回せます。皆様お待ちかね、塗装作業に入ります。今回は今まで作ってきた模型とは違って、広い範囲を塗装することはないですが、小さい部品を一つずつ塗るという作業になります。これは塗り分けを考えてのことでして、組み立ててからの塗装作業になりますと、筆が入らないまたは周囲に塗料が付着するので、複雑なマスキング作業が必要となり、作業の難易度が上がるからです。そうなると塗装がなかなか進まなかったり、フラストレーションが増大するだけなので、作業手順を考えて個別に塗る方法をとった方が良いです。今回使う色は、先ほどウップ主からの補給物資の中に塗料が入っていましたのでこれらを使います。それでは、塗装に入りましょう。最初に白を塗装しようと思いますが、実際はどの色から塗装しても大丈夫です。塗装の前に白に塗る部品を準備します。ここでも竹串に両面テープを貼ったものを使います。そしてエアブラシとコンプレッサーを用意し、空の瓶に塗料を入れて溶剤を追加します。これで塗装準備完了です。では、早速作業開始です。一つ一つの塗装はすぐに終わりますが、いかんせん、数が多すぎます。劇中で、連邦の白いやつ、と呼ばれていただけあって、白の部品が多いですね。作業の様子を流しますね。どんどんエアブラシで塗装していきます。はい、白の塗装が終わりました。次は青を塗装します。容量は一緒です。この次は赤色、黄色、関節部のグレー、武器も塗装します。それで
と足の裏が赤色だけでは不自然な感じがしますので、足裏も塗り分けすることにします。塗装作業完了です。サフを拭くときもそうでしたが、この塗り方は塗料の消費が多いです。なので十分塗料は確保しておいてください。1本丸々なくなるかもしれませんからね。そうなると、溶剤も空気中に大量に漂いますので換気は十分行ってくださいね。でないと、溶剤のせいで頭が痛くなりますよ。どうも、ウップ主です。この動画の最初の方で、デカールのことについてお話ししましたが、ただ、その前に大前提として1点だけ。今からお話しすることもそうですが、基本的には、模型製作は自由なので、いろんな作り方があります。私の考えが決して正しいということはありません。手順や作り方は人それぞれ。むしろ、人によって違っているから面白いと思います。同質のものを結びつけても進化は起こらない。異質のものを結びつけてこそ進化は起こる。異質の人、異質の体験、異質の環境との出会いによって、人はその人間進化を深めていくことができる。という言葉がありますからね。ちょっと話がそれましたが、本題に入ります。さて、前回デカールの話をしますと予告していましたので、そのお話をしようと思います。デカールといっても市販のものと、最近では自分でデータを作って、プリンターで作成することもできるので、模型制作の幅も広がったと思います。今回話をするのは、自作デカールです。私がガンプラで自作デカールを使用する理由なのですが、注意書きのマーク、いわゆる、コーションデカールが欲しい大きさで、しかも多めに必要だということです。もちろん欲しいマークが自分で作れるといったメリットもありますが、先ほど申しました、小さな注意書きを使用できるということに利点があると思っています。市販品をたくさん買えばいいのではと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、今回制作する144分の1の大きさのキットに使用するのに、市販品の144分の1のコーションデカールでは、やや大きいと思ったからです。やや大きいというのはどういうことなのか？コーションデカールというのは、モビルスーツに乗り込むパイロットや機体を整備するメカニック等に、機体のこの部分に触るな、とか、ここは危険なので注意しろ。このようなことが書かれています。そういうわけなので、コーションマークは機体に近づいて確認することが前提なので、そんなに大きく書かれていないと思われます。もしこれが交戦中に相手モビルスーツのパイロットに読み取れるほど大きなものであれば、それはさすがに不自然なものに見えるでしょう。私はコーションマークの実物を見たことがありませんが、大きさを確認する方法として、72分の1の飛行機模型、原用ジェット機に入っているデカールの大きさを測ります。そして計測した数字を72倍すると、実際の大きさになります。もちろんコーションマークの大きさもそれぞれですが、それでもおよその大きさはわかります。押し入れから取り出したキットのデカールを測りますと、FA18F、アメリカ、2.2mm、6.4mm、3.8mm、ラファール、フランス、3.5mm、3.5mm、トーネード、英独位、共同開発、4.4mm、3mm、3.2mm、ミグ21、ソビエト、3.6mm、3.7mm、F2、日本、4.2mm、7.7mm、5.8mm、J20、中国、2.5mm、5.8mm、VF0、S、マクロス0、2.8mm、5.2mm。それと今回実験目的で購入した市販デカールも計測しましょう。サイズは144分の1です。3.5mm、5.3mm、2.2mm、6.4mm。これらを測った結果、実物のコーションマークの大きさはだいたい 20cm から 40cm くらいでしょうか。キットのデカールは72分の1でしたから、144分の1でのデカールの大きさはどうなるのか。半分のスケールになるので、
先ほど計測したキットのデカールの大きさを1/2にすれば目安の大きさがわかります。平均ではおよそ 1.8mm から 2.8mm になります。許容範囲も考慮して、2mm から 3mm になるといった感じでしょうか。そう考えると、先ほど計測した市販デカールの大きさも若干ですが大きいように思われます。一番小さいもので 2.2mm がありましたので、それは使えそうですが、感覚的には1、100の MG のキットに144分の1のコーションデカールを使用するくらいでちょうどいいですね。まあ、書いてある文字が肉眼でも見えるように考慮されているのかもしれませんが、私の場合は文字が潰れて読めなくてもいいからコーションマークの大きさを重視しています。もちろん、今では市販のコーションマークも色々と出回っているので、先ほど測って算出した大きさのデカールもあるかもしれません。それを使えばいいですが、しかし何枚も何枚も買っていては出費も無視できないものになります。印刷データを作成できれば、かなりコストを下げることができるので、ここでも自作デカールの強みが出てくるのです。それと今まではコーションデカールの話をしてきましたが、それだけでは寂しいのでマーキングも作成しなくてはなりません。コーションマークもマーキングも、連邦系のデカールを参考にして、特注のデカールを入手してきました。アルプスプリンターで作成したものです。使える色の制限があったり、扱いがちょっと大変なプリンターではありますが、この出来です。いかがでしょう？なかなかのクオリティだと思いませんか？まあこれらのデカールを全部使うことはないでしょうが、どのように貼るのかは、鼓次第ですね。うまくやってくれると思います。重要なデカールを仕入れてきましたので、私の仕事もこれで終わりです。かなり長い話になりましたが、要約するとですね。1、私にとって市販品のコーションデカールは若干大きく感じた。2、ソフト、ハードの両方で初期投資は必要だけど、欲しいマークを手に入れることができる。3、プリンターを買ってしまえば、今後デカールにかかる費用は安くなる。ということです。今回の解説は以上です。これでデカールの話を終了しますが、デカールの話を全部するとかなりの時間になりますので、またどこかで機会を作って解説しようと思います。自作デカールもなかなか奥が深いですからね。次回の解説を楽しみにお待ちください。今回はここまでです。これが今回の自作デカール？前回使ったものとは違うね。小さいのが1体あるし、鼓大変そう。確かに大変だけど、なんとかなるよ。そうなの？じゃあ完成品を楽しみにするね。それでは皆様、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。